村ラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。もういくつ寝るとお正月と、ぼちぼちお正月ですね。楽しみですね。お、陽介、今帰りか。あ、兄ちゃん、そんな、何なんか、ね、餅焼いてる。あ、餅だよ。餅いいじゃん。正月用にお前これついたものは余ってよ。うちの餅すごい伸びるぞお前。これ食ってみるか。食べる。ほらお前食ってみろお前。めちゃくちゃ伸びるぞお前。俺の焼いた餅。すっげえめっちゃ伸びる。もうまだまだ伸びるぞお前。これほら。これお前こっち持っておくからお前加えたまま行ってみろよそっち。本当にうん本当に本当にめっちゃすげえなお本当に前。ものすごいぞほら。うわーすげえ。お前俺の餅ゴムより伸びるのお前本当に。すげえだろお前本当に。伸びすぎー。すげえだろお前。うまーい。うめえだろお前。お前喋ってたらお前こっち餅が飛んでくんだよお前。やめろお前。掛け声教えてー。もう分かったお前。そこで聞いとけお前。そこかよ。はい。今日も母音だけで教えるから耳すましてよく聞けよお前。こっから母音だけ。おうじゃあ陽介今日の掛け声はこれだ。えんあうおうおおいえうんうんいうえ。えんあうおうおおいえうんうんいうえ。分かったかお前。これで勢いよく始められるはずだお前。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくでお前もう番組始まるんじゃないかお前。これ3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。宴会を慎んで食べていけ。どういうこと。スパイやマサラカ。スパイやマサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイやマサラカ。スパイやのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカルの陽介です。ドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのマサラカをお送りしていきます。なんでそうなった今。なんて言うんだっけ俺。なんか慎んで食べていけ。全然違うよ。もう全然分かんなかった今日。年末もうん。通常通りでブンブン行くぜ。あ、ブンブン多くない？スタッフに言ってそれは。ブンブン、だからそろそろ覚えて。ブンブンの母音はうんうんです。いや、うんうんって言われると、俺絶対もううんちしか出てこないの。なんでよ。なんでそうなるのよ。ということで制度を書きましたね、はい、2024年のラストオンエアで、もうダメだよ。もう総括がこれはダメだよもう。いやーでもはいはいね、2024年走りましたね。走りましたね。いやすごくでもいい年だったんじゃないですかね。よかったですね。オレンジから始まり青で締めりみたいな、でまたこう2025年に向けてね、つながるような年だったと思います。いやーでもまあ年末、大掃除ですよ。大掃除でなんかやります？俺、大掃除しないかな。しない派ね。なんかね、パナソニックが全国の20代から60代の男女800人に大掃除に関する、意識調査を行い、次回の年末大掃除の時にやろうと見て見ぬふりをしてしまう持ち越しスポットっていう、5位が下駄箱、4位が換気扇、3位が網戸、2位が照明球、1位が、窓ガラスサッシ。サッシって何？この窓ガラスの周り。あ、枠まあ枠。あれサッシって言うんだ。サッシ。どうなの？どういうこと？賃貸だから、退去する時はあるじゃない？網戸とかって綺麗にしておかなきゃいけないの？いやそんなことないよ。じゃしない。でも俺も網戸はやったことない。網戸大変だよね。だって大変だし、俺も別に賃貸だからでもね、窓ガラスとかサッシとか冬、結露するじゃん。するねやっぱり、だからあえて年末に大掃除しない。結構週1ぐらいで、週1っていうか毎日ぐらい拭いてんだ。
朝結露がやっぱり寝室とかやっぱ結露すごくなるから、そうだね。そういう時はもう拭くから、わりかし冬大掃除までにかけて結構綺麗になってる。あ、ほんと俺拭かないわ、もうそれで湿度が上がるならいいやって。でもさ、あれカビ生えるから。あ、そうなの。そう、前回の家で俺カビ生えたらカーテンに、カーテンはいいじゃん。いやカーテンにカビ生えたらさ、だってどっち捨てるじゃん。違う、それは別にあれよ出てく時に捨てるじゃん。お前カビの中で生活するの。ああ、そっかそっか。そうだって夏になったらまたさ、嫌だね。そうなっちゃったから、あ前の家でなんかこれなんでカビこんな生えんのって思ったら、やっぱ窓の結露で、うんそうやっぱりカビが生えるってなったから、そっからはわりかしちゃんと拭くかな。まあでも掃除自体をさ、普段から割と俺はやるから。いや、うちも犬がいるからやるんだよね、やっぱ掃除機とかかけるし。だから大掃除って言っても、俺もそうだな、大掃除って言ってもだな。お風呂掃除もしてるし、トイレ掃除もしてるし。そうなんだ。あと何やんのって感じ。下駄箱も別にそんな汚くないし、泥もつかないからな。照明器具、まあでも照明器具もさ、その埃溜まってんなって思ったらするし、拭くよね。てか、あ、埃があるなってなった瞬間にさ、もうやっちゃうよ。そう、結構犬がいるともう毛がさ、やっぱすごいから、そうだよね。1日2回とか掃除機かけないともう大変なのよ、毛が。だからね、結構掃除機もかけるし。だからこう年末だからってこうね、大掃除、まあだから文化として根付いてるって感じじゃん。だから基本的にさ、昔はさ、こんなにさ、マンションもなかったりとかさ、してるわけじゃん。大体が一軒家でとかさ、そうやって自分の持ち家を持ってたっていうみたいな感じじゃん。でもまあ今友達みたいだもんね。まあでもやる人はやるだろうね、大掃除きっと。まあでもなんか大掃除しようっていう気分ではいる、年末感。そんなことある？そういう気持ちね。気持ちね。じゃあこれ結局あれなんだ、年末を感じる行事。そう、でも意味があるんだよね、大掃除って。その新しく神様を迎え入れるためにちゃんと家の中を掃除して、で立てるじゃん、なんていうの、門松とか、なんかああいうのは掃除しましたよっていうだから意味らしい。もううちに入ってきて大丈夫ですよっていう意味で、あれを家に前に出して玄関にっていう、その要は古くからのそういうしきたりというか。だから案外俺そういうしきたりとか昔からやってきたものって結構信じるの。まあまあでもね、それだけ続いてきたっていう実績があるから。だからまあなるべく掃除はして、今年は門松買おうかな。いいね。まあなんかこう家の掃除系でこうなんかこうメッセージ1個あるんだけど、ラジオネーム愛さん。健太さん、よすけこんばんは。お疲れ様でした。私は生活の中心をこたつに置いてしまうので、こたつを封印していたのですが、寒すぎて解禁しようと思ってます。2人は家にこたつ置いてますか？ないです。ないです。おわかん。いやでも愛さんと一緒よ、俺も考えが。こたつがあるとだらけちゃうから、だからもう置いてないです。実家には置いてありますけど。実家にはある。でもうちにはあれはなんか実家にあるからいいみたいなもんじゃん。そう。はい。メッセージこういうメッセージお待ちしております。お待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字で、パサラカ@FM 福岡 .jp、 BASARAKA@FM 福岡 .jp、 もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカはこの後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアで青でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕たちは絶対あなたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてくださいということで、準レギュラーのあの方から恥ずかしい話届きました。誰ですか？ラジオネーム裸祭りさん。来ましたね。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。私の友達の話なんですけど、彼女が当時勤めていた職場はトイレが男女共用だったそうです。その日彼女は一人で休日出勤をし、仕事を終えて家に帰りました。翌日出社すると朝一番で社長からちょっといいと呼び出されたそうです。
身に覚えのない呼び出しに戸惑っていると、昨日出勤したのかと聞かれ、続けてトイレ入ったかと予想外の質問をされました。正直に入りましたと答えると、数秒の沈黙の後、社長が持っていたペットボトルの蓋を開けたので、喉を潤すのかなと思ったら、その蓋をテーブルの上に置き、このぐらいのサイズのうんこかな便座の中央に置いてあったぞ、それを俺が片付けたんだからな、人にうんこを片付けさせるなと怒りの中に哀れみが混ざった様子で言ってきました詳しく話を聞くと、昨日の夕方、彼女が帰った後に、会社に来てトイレに入ろうとしたところ、便座の先端部分にペットボトルサイズのうんちがドコンと置いてあったそうです確かに昨日彼女はトイレで大きい方をしましたが、さすがにうんちを便座の上に置き忘れるはずがないと全力で否定しました。しかし現場の状況や日頃の行いから全く信じてもらえず社長から散々怒られ、その後は会社の飲み会のたびにネタにされ、彼女自身も開き直ってネタとして話していますが、今でも彼女は自分は犯人でないと信じているそうですこの人はさ、どういう生活をしてたらさこんな面白いさことがあるの。本当にいや、いるよね、こういう人。なんか面白いこと起こっちゃう人って本当にやばいよね。すごいね。でもこれはもう犯人は裸祭りさんです。しかいないんだよね。でなんか要はさ、会社だから、そのビルとかさ、入ってるビルを掃除する人とかさ、いるのかなって俺最初思ってたの。でそういう人がその掃除がてら大きい方をして、その人が残してたのかなって思ったけど、このさ、裸祭りさんのお友達が出た後に社長が来て入ってるわけじゃん。だから次の日だったらなんかその可能性もあるじゃん。その日の夜に清掃が入って、その清掃に入った人が残してた可能性もあるけど、彼女が出た後に社長が来てお片付けをしてるから、もうそれもなくなっちゃったじゃん。で一人じゃん、休日出勤、もうあなたですとしか言いようのないこう状況証拠が揃っちゃってるね。でもまだ犯人じゃないって信じてる。それはもうちょっと待って、便座の中央に置いてある。だから先端よ、便座の置いてっちゃったってこと？そうだよ。だから便座ってこう、こうなってる、丸くなってるでしょ。でみんなその丸に座るじゃん。座ります。その多分拭き忘れか、何かを起こして、立ち上がった時にポトって落ちてったのが便座の先端にポトッと落ちちゃったんだと思うの。そういうことか。そうだもんね。そうだから、その裸祭りさんのお友達は拭いたと思ってるから。拭きました、ズボン履きます。そこで落ちてんだよ。だよね。そこで落ちてんだよ多分いやでもまさかそこにあると思わないから、だいたい便座のさ先端なんて見ていかないじゃん。だいたい流して今だったらボタンじゃん、横にある、ボタンで台を流して出てっちゃうじゃん。今まではこのレバー式だったから一回振り返るじゃん、振り返らない。今ピッて押して外に要は手が洗う場所があったら自動で流れたりもするしね。そうもうさ、なかなか便座を見ていくことってないから。やっぱ便蓋は閉めないタイプなのかな。便蓋がそもそもないのかな。ないところも多いじゃん、会社だと多い。結構そっか、空港とかもないもんね。そうないから、まあだからすごいいろんなことを考えても、あなたですとしか言えない多分状況なんだと思う。いやでも面白いのがさ、日頃の行いから全くそこが一番気になったな。何やってんの日頃何をやってんだよねこの裸祭りの友達さんは。ほんとよ、それが気になるわ。でも日頃からこんなことしてたらそれは信用されないよね他に何してたのかもう気になるわ。マジで気になる。いやでもさ、自分がさ、出したものってさ、見ない？まあでも俺は一回確認する。だよね。ちなみに前から派後ろか派？どういうこと？服のってこと？俺後ろよ。後ろなんだ。前からだって玉についちゃうじゃんつかないよつかないよ。いやついちゃうって。いやつかないって。いやつくってつく。玉ある？あるよあるよいやかすめることあるじゃんやっぱり。ほんと。絶対後ろからだって。いやつかないで終わって、どのくらい出たのかなって前から確認するの？いや違う、覗くのでいて、パッてしてでこう
立ってズボンを履く時に見て、今日たくさん出たなとか、ちょっと今日やばいなとかを見る。まあみんな見るんじゃない？それはさすがに。でも俺の友達の話なんですけど、最近便切れが悪い人がいるんですよ。それは多分お腹の調子が悪いね。いや全然違うの。終わったと思ってさ、まあある程度踏ん張りました、もう出ないでしょと思って、ウォシュレットするじゃん、でウォシュレットしました。だったらウォシュレットした後に出ちゃう。でも結構みんなそうじゃない？ウォシュレットってさ、最後の残りをやっぱ出すために使ってる人多いじゃん。だからさ、今日で使う人多いじゃん。俺今日で使うでしょ？もう俺って言ってた友達は今日で使う。だからこれ今日で使う人の意味が分かんないんだけど、みんな肛門強すぎじゃない？今日で使う人。いや俺の友達も昔は一番弱いのでやった、でも最近なんか、言われてみればそうだ、まだ出るかもでどんどんなんか年々強くなってる気がする。そうだからそれは良くないよ、体に。そうなの？でも出るんだよ、ビョって。それはどんぐりサイズぐらいのが。知らんけどあなたの話ですか？いや友達の話だから結構割とね無限ループしてるらしいよ。いやだから今日はやめた方がいい。あれ肛門をどうかしちゃうから。そうなの。だからまあその余りが出て、でもう一回押しして、でもう一回ガーってなって、っていう繰り返し。なるほどね。多分後半の陽介の部分全部カット面白かった。面白かった。もう準レギュラーです。裸祭りさん。裸祭りのお友達にはもう本当に気をつけてくださいって伝えてください。ということでこんな感じで、皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕たちは紳士なので決してあんたの話でしょうなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を、送ってください。お待ちしております。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアで Feel So Good でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もたくさんお悩みが届いております。じゃあ僕からいきますかね。ラジオネームヒロさん。健太さん、陽介さん、こんばんは。バサラカ毎日楽しく聞かせていただいております。特に若さの陽介 vs 現実的で冷めた健太で繰り広げられる恋愛相談が好きです。いいですね。私はそんな健太さんよりも年上なのでさすがに恋愛相談ではないのですが、なんとなく怖くてぬいぐるみを捨てることができずに困っています。ぬいぐるみをゴミ箱にぎゅうぎゅう詰めて捨てることができないのです。お二人はぬいぐるみなど顔のついたものをポイッと捨てることができますか？できるならどのように捨てるのか教えていただきたいです。俺捨てれないタイプだ。俺全然捨てれるわ。なんで？ごめん。買う時とかにさ、俺結構ね、それこそさディズニーランドとかでさ、やっぱりキャラもののさあるじゃん。パッてやっぱ目合っちゃって、連れて帰ってくれないのっていう目で見てくる。いや見てないよ。見てるの。見てないって。見てるんだよ。わかんない？さ、子供の時とかめっちゃあったよ。子供の時ってやっぱさ、好きなもんさ、そんなさバンバン買ってもらえないじゃん、ね、だから水族館とか動物園とかいっぱいあるわけじゃん、この子と目が合っちゃったみたいな、このペンギンちゃんと目合っちゃった。それこそさ俺まず目合ってないよ。いや合ってる。目っていうかさ、目っぽいものがついてるだけだから。目そうなの。いやマジでわかんない。俺ぬいぐるみ買ったことないし。俺結構ね、だから俺ディズニー行ってさ、俺結構要は郷に従いタイプだから、かぶる、もう全然かぶるし、わーって買うんだけど、数千円するじゃんあれ、でかぶるじゃん、帰るじゃん、ポイって捨てるもん。捨てるの？いやそれはダメだよ。また次買えばいいかってなる。いや違う。まずそもそも行かないしね、ディズニーにそんなに。いやなんかある。だから俺ね結構未だに実家に、ちっちゃい頃、遊んでたぬいぐるみとか。マジ陽介の家俺行ってあげようか。全部捨てれるよ。いや本当にやめてほしい。でもいつかだからあれだね、もうだから俺が死ぬ時一緒に棺桶に入れてほしいなって。棺桶っていうか多分ぬいぐるみも迷惑じゃないそれ。なんで人の死に棺桶に燃やされなきゃいけないのってなるじゃん。そのさっきの陽介の見てる理論で言うとね。じゃあやっぱあれやっぱ誰かにあげたりとか、そういうリサイクルショップっていうか。あんなってダメだけどごめんね、ぬいぐるみ好きな人
にとってはすごい大切なのかもしれないけど、あれをさ回される人ってなかなかさ、でさ、ぬいぐるみってもうあげるよって言われた時に、いらないって言いにくいものじゃん。それこそさ、ね、顔もついてるし、はた迷惑だよね、もらう側からしたら。だって処分しなきゃいけない権利をわざわざ渡されるわけでしょ。いや好きなもの自分で買うしってなるじゃん。まあそうか。じゃあ買ったやつが捨てろよっていうさ、責任持ってよそこまでみたいな。トイストーリー見てる？見てない。あいやでも見たことはあるよ。見たことはある。トイストーリーとかを見ると、やっぱちょっとね、思っちゃう。ファンタジーだってあれ。だからファンタジーは人間の頭から生まれたものでしょ。頭から生まれたものだって。だから、もしかしたら現実であり得るのかもしれないんだよ。見たことない。いや見えないからだよ。だって見たことないようになってんだよ。だってアンディもウッディが生きてると思ってないけど、生きてると思って大切に育てたら、生きちゃったんだよ。まあ買わなきゃいいんじゃない。だからその捨てれないんならそもそも。まあそっか。だからそうよ、そういうことよ。だから俺も最近IKEA とか行くとさ、いっぱいいるじゃん。ね、もう欲しくてたまんないの俺。そういやだから俺一個言っていい。そのぬいぐるみ捨てれない理論を語る人に対して一個言っていい。そこまで言うんだったら買わなきゃいいじゃんっていうのは、要は俺の中でペットと一緒の感覚なわけ。それってみんなの言ってるぬいぐるみ理論って。でもペットってさ、うちも犬いるけど、この犬を最後の死ぬまで僕は面倒を見れますかって自分に問うてみるわけ。今の愛犬を飼う時にね、まあ保護犬だから保護したんだけど、僕がこの子を最後の1秒まで介護までできますかって問うわけよ、自分に。でもそれでもできますと、その覚悟を持ってこの子を面倒を見ますっていう覚悟を持って飼うわけ、動物って。だから僕にはそれのその覚悟があるわけ。責任があるよね。そう、うちのつららを最後までお墓までちゃんと幸せにこの子を持っていくっていう、そのぐらいの覚悟を持ってペットは飼うわけです。そんなにぬいぐるみが捨てれないって言うんだったら処分する覚悟を持って飼えって思う。その覚悟もないのに見られてるとか言うなって思う。いやでも今のところは多分捨ててないもんだって。そうだから覚悟を持って買うならいいよ。だよね。その人に迷惑をかけず、その神社でもいいわけじゃん。そのなんだろう、そういう燃やしてくれるじゃん、年末とかだと。そんだけもう捨てるのがって思うんだったらヒロさんに言いたい。また神社しかない。まあね、一番もうあれか、供養してもらうし。まずは本当にその最終的に邪魔だなってなった時に、もう邪魔だながないもんだから邪魔だなって思うなら買うな。だからもう捨てなきゃいけないってなった状況の時に潔く神社で燃やしてくれる覚悟ができたら買っていい。そうです。そうしよう。いやこれは俺もそうしよう。そうしてくれ。ということで我々の恋愛相談が好きっていう広瀬が言ってましたが、来ましたよ。あります？ラジオネームマリさん、過去大学2年生。洋介さん、ケンさん、こんばんは。早速なのですが、お二人はどんな時にこの人のこと好きだなと恋愛会を抱きますか？私はこれまで自分から好きになることが多く、あまり相手から好きになってもらったことがないような気がしています。好きだと思ったら即行動な性格のせいか、いつも自分からアピールして長期戦に持ち込むこともしばしば。そしてふと思ったのです。もしかしたら自分で行動しすぎてチャンスを逃している可能性もあるんじゃと、友人にもあんたは行動力ありすぎ、少しは待てを覚えなさいと言われる始末、それでも抑えられない愛ってあるじゃないですか。強いね。強いね。私は今大学2年生で、あと2年間は学生生活があります。これからどう行動していけばいいのだろうと路頭に迷っているので、ぜひお二人に助けていただきたいです。どんな時に人を好きになるのか、どんな子を愛したくなるのか、男性陣としての意見を教えてください。いいんじゃないですか、別にね。行動はいいと思うけど、全然ありだと思います。じゃあこの人の好きだなってどんな時に思うかだよね。聞きたいな。まず俺1個ある。何？飯が、その人のことを考えて、飯が喉を通らない時。気持ち悪い。あるんだって。うわ、1ミリもないわ。あるよ。1ミリもないな。あるよ。
喉通るでしょ。通んない通んないの。いや今大丈夫かなみたいな、今ちゃんと何が大丈夫？いや大丈夫だよ。心配だったりとかさ、大丈夫だよ。あるわけじゃないとか、いや大人だからみんな。面白い。喉通んなくなるよ。いや通るって。いや通んないからってなっちゃうってなるの。でいらないってなっちゃう。ほんと。そうそうこれほんとこれはいや勉強になるなと思って単純に。なんだそうだね。でもないね。ないな。じゃあどんな時逆にじゃあこの人いいなとか好きだなと思う？なんだろうね。なんだろう。なんだろうおじさんだって。なんでだろう。顔見た時とか。でもさ、顔見た時この人好きだななんて思わなくない？まあね。だからさ、別になんか顔とかさ心配とか全くなったことないからな。でも一緒にいてやっぱりこう、ある程度気使わない時じゃない？でもごめん、この人好きだなって思ったことがない。ほんと？学生の時とかもないかも。そう。マジか。なんか学生の時の話をするといろんな各方面からいろんな攻撃をされそうだから言えないんだけど、割となんかさ、だからその辺ちょっと欠如してんだよね俺多分。この人好きだなとか、これ好きだなっていう感情が高ぶらないんだよね。なるほど。だからどっちかっていうとプラス要素が少ないから、マイナスにならない人っているじゃん。それ自分が気遣いすぎないとか、っていう時に、一緒にいて気持ちいいなって思うっていう感覚。俺はどっちかっていうと好きだなっていうより安心そうなんか自分のペースとかいろんなものが崩れない。一緒にいてそういう時にいいなこの空間っていう居心地いいなっていう感じだから高ぶらない。好きだって高ぶったことがない。なるほど。利己的だね割と。っていう感じかな。いやでもだから羨ましいよ俺、マリさんとか陽介の感じが。ほんと。でもさこの大学2年生でだから20歳か。20歳だね。いやめっちゃいいじゃん。めっちゃいいと思うけど遊び人みたいな感じにはなってほしくないな。なるほどね。でもその辺は大丈夫なんじゃない？なんか友達もさ友人も抑えてくれそうじゃん。この感じ行動力ありすぎて待って覚えなさいって言ってくれる人がいるってことはさ、だしここまで分かってるんだったらもうだって20歳だし大丈夫なんじゃないかな。でもすごい行動力はいいと思うけどな。俺は羨ましいからすごくいいと思う。なんかあれだよね。なんか社長とかになってそう。では俺も思った。だからそういう意味でもなんだろうフィジカルが強い感じはめちゃくちゃいいと思うけどね。でどんな時にこれからどう行動してばいいだろうそのままでいいと思う。いいんじゃない？別に自分の好きなようにやっていけばいいんじゃないかな。そう全然いいと思う。あの人と付き合いたい、じゃあこういうアピールをしてこういうアピールをして、でだから長期戦にも持ち込めるってことだよ。持ち込めるのすごくいい。すごいことだよマジで。めっちゃいいと思う。社長だよ。マリ社長誕生した。もうねこの後は起業していただいてマリ社長ってTikTok とか流れてくるかもしれない。流れてくるね。いやいいと思う。いやそのままでいいと思います本当にね。で多分ねいると思う。やっぱそういうさ行動力がある子が好きっていう人もいるじゃん。いると思うよ。だしなんかそれが多分うまく噛み合ったら多分すごくいいお付き合いになるんじゃない？ねできると思うんでいいと思います。そのままでいてほしいなと思います。そのままでいてほしいです。ぜひねなんかあればまたこのバサラカに来てもらって頑張れ。ざっくり言ったな。とっても良いお便りでしたね。ということでこんな感じで皆さんからのお悩み募集しておりますので皆さんまだまだお悩み送ってください。スパイアのバサラカお送りしているのはスパイアでオレンジです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングですということで、2024年やり抜きましたね。出した3曲を今日はお送りしたって感じですね。いやで12月28もう
日付回って12月29なのかな。そうだね、今日は日付的にはそうですね。ね、もう今年最後のライブを今日やって、はい、カウントダウンジャパンでそうですしっかりとね。やってはい、ね、来年いいスタートが切れるようにね。いやーしたいですね来年も忙しいよきっと。ね、そんな来年も大忙しな感じがはい、お知らせ物から感じますよ。お、何ですか。来年のまず5月からね、はい7都市で全国ツアー決定しております。はい、福岡公演は5月17日土曜ゼップ福岡です。はい、お願いしそます。して年が明けて1月12日日曜日、もうすぐですね。もうすぐです。キャナルシティ博多サンプラザステージでスパイアのバサラカ公開録音が決定しました。はい、ありがとうございます。詳しい参加方法などは FM 福岡のホームページをご覧ください、はいということで、まあ2024年が終わる。そしてはい、青も聞いてくれまだ。はい、まだまだ聞いていただきたい。まあそんで明けましておめでとうしましょう。キャナルシティで。ね、うん、そうだね、そうだよ。最速でスパイアで会えま。そうですす、そうです。はい、よろしくお願いいたします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組には皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka @fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください、はい、そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応しておりますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください、はい、ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介と、ドラムのケントでした。それでは良いお年を。